前回までのあらすじ。金沢を出発し、大阪南港からフェリーに乗り込み、福岡県は新門司港に到着。いよいよ九州ツーリングの始まりです。皆さんおはようございます。九州ツーリング2日目、今日はここ新門司港を出発し、阿蘇方面を経由して熊本に向かっていきます。少し前の寒波で昨日までは阿蘇方面がほとんど通行止めとなっていたのですが、気温も上昇し、なんとか通行できそうなので、今日は思う存分阿蘇を楽しめそうです。まず最初は新門司港から40分弱で行ける日本三大カルストの一つ、平尾台に向かおうと思います。もともとはルートから外していたのですが、思ったより市街地から離れていなかったので行ってみることに。昨年訪れた四国カルストはなかなか見応えがあったので、平尾台も楽しみです。市街地から近いとは言っても山の中であることに変わりはなく、ナビが見えたかと思いますが、なかなかの峠道です。数々のワインディングを走り抜け、10分ほどで岩肌が見えるように。ナビだとこの辺りが平尾台なのですが、もう少し先に行ってみましょう。朝日とカルスト大地がとてもいいですね。平尾台最大の延長ピナクルである戦艦岩を通り過ぎると、道端にはゴロゴロと岩が、かなり見応えがありますね。せっかくなので邪魔にならないところで写真を。いい写真が撮れました。冬を越えて緑が少なかったせいもあり、夏場よりも迫力ある岩場が見れたと思います。それでは平尾台を楽しんだところで、次の目的地別府へ向かいたいと思います。別府までは少し距離があるので高速に乗っていきましょう。最寄りの行橋 IC から東九州道へ、大分方面へ進んでいきます。別府までは約 80km、 1時間ほどの道のりです。およそ30分で大分県に突入。そしてそこからさらに30分で別府に入ります。左手には別府の市街地、温泉の匂いもしてきました。匂いも感じられるのがバイクツーリングの良さですよね。ということで別府出口から東九州道を出ます。今更ながらカメラが斜めですみません。別府での目的地は温泉ではなく地獄です。お湯に浸かりたいのは山々ですが、時間がないので今回はパス。なんて言っているうちに海地獄に到着です。明らかに2人組で来ているだろう忍者の間に、ちょっと気まずい。さて、それではチケットを買い中へ。思ったよりも青くない？と思ったら本命はオクらしいですね。ここは熱帯性のハスが生息している池みたいです。入場券はなかなか凝った可愛いデザインですね。それでは奥の海地獄へ。お土産屋さんを通り抜け、いよいよご対面。湯煙がすごいですね。近づいてみましょう。青い、肉眼だとびっくりするほど青かったです。海地獄は1200年ほど前に鶴見岳の爆発で誕生したとされ、硫酸鉄によりコバルトブルーの綺麗な色をしていますが、その温度は98度にもなるそうです。晴れているのもあっていい色ですね。時間があれば7つの地獄を巡ろうと思ったのですが、3時間ほどかかるということで、今回は海地獄だけで我慢です。
海地獄の少し横に行くと赤池というところが、真っ青に染まった地獄のそばに赤く染まった地獄があるということに驚きました。海地獄の園内で赤と青の地獄を見れたのでちょっとお得な気分です。それでは楽しんだところで次に向かいましょう。完全に余談ですが、2台の忍者は親子でツーリングされている方たちでした。それでは海地獄の次はプリンを食べに行きましょう。少し山の明晩温泉の方に食べれるお店があるとのことで早速向かいましょう。カメラのボタンが押せていなかったようでお店に入るところが撮れていませんでしたが、無事到着。地獄蒸しプリンの他にもたくさんありますね。ということで温泉卵ご飯とプリンを注文。ごちそうさまでした。とても美味しかったですね。6時から何も食べていなかったのもありますが、とにかく美味しくて、プリンは固めで卵の味がしっかりしてカラメルが苦めの大人の味でしたが、そこも良かったです。卵かけご飯も美味しかったです。さて次は山並ハイウェイを通り湯布院方面へ。山間部に入るので給油を済ませて準備は万端。湯布院の手前に由布岳のビューポイントがあるようなので、まずはそこを目指します。気持ちよく山並ハイウェイを走っていると正面には由布岳の頭が。ところどころで急に開ける場所があり、走っていて本当に楽しい道ですね。野焼きのせいか一面茶色ですが、そのおかげで別世界に来たような感じです。バイクで来て本当に良かった、そう思える道でした。緑が育った夏にも一度来てみたいですね。ということで由布岳ビューポイントに到着。さぎり台というみたいですね。それでは由布岳を見ていきましょう。すごい迫力ですね。肉眼だとさらに大きく立派に見えました。湯布院の町も見下ろすことができます。いいものが見れました。それでは由布岳を見つつ、次は湯布院を抜けて阿蘇方面へ。ということで湯布院の方まで降りてきました。本当は湯布院で温泉でも入りたいところですが、またまたパスです。残念ですが今日は日が暮れるまでに熊本まで行かなければなりません。次なる目的地は絶景スポットで有名な長者原。ここに行くのをかなり楽しみにしていました。先ほどの標識から走ること約20分。開けた高原が見え始めましたね。そして走ること数分。広がる高原に直線道路。どこまでも続いていそうな半田高原を走っていきます。長者原を前にすでに感動してしまっています。そして左カーブを抜けた先についに長者原に到着です。金沢を出発してついにここまで来たのかという達成感がすごかったです。せっかくなのでバッチリ写真に収めましょう。なんですが持っていった一眼レフが望遠レンズしかないので、なんだか迫力のない写真になってしまいました。スマホでも撮ればよかった。まあこんな風に動画として残せているので及第点でしょう。それにしても本当に綺麗な景色ですね。まっすぐ続く道路の先には九十連山が隔たり、そこまでは何の障害物もない高原。こんな場所を自分のバイクで走ることができて
本当に良かったです。それではまだまだ目的地はたくさんあるので、どんどん進んでいきましょうか。長者原を抜け、次の目的地は北外輪山の一方、大観峰です。道路脇の雪が物語っているように、つい先日まで山並みハイウェイは通行止めだったので、本当に運が良かったです。道中に良さそうなフォトスポットがあったので、休憩がてらと回りましょう。ここからは外輪山と阿蘇の平野がよく見えましたね。写真はまずまずといったところでしょうか。それではさらなる絶景を求めて大観峰へ向かいましょう。いろんなライダーさんと野営しながら、野焼きされているそばを通りながら、山並みハイウェイを走っていきます。由布岳を通った時も思いましたが、一面褐色なので、荒廃した世界を一人でバイクで走り抜けているようで不思議な気分です。ということで大観峰に到着です。途中山並みハイウェイから右折してミルクロードに入る丁字路を間違えなければ簡単に行くことができました。休日なのでなかなか人気ですね。突き当たり左手にバイク用の駐車場があったので、ここに止めましょう。それでは頂の方へ歩いていきましょう。かなりの標高がありますが、ここまで急激に山がそそり立っているのは珍しいですよね。ということで上の方まで登ってきました。ここからだと阿蘇が一望できますね。一番先の方まで行ってみましょう。春の黄砂の時期にかぶってしまい霞んではいますが、北外輪山と阿蘇の町が一望でき絶景でした。景色を楽しんだところで、次の目的地は阿蘇山の山頂火口を見に行きましょう。外輪山を下り阿蘇の平野へと進んでいきます。10分ほどで町の方に降りてきました。どこを見ても山に囲まれているのはちょっと不思議ですね。さすがカルデラの中の町です。10分ほど走り、少し阿蘇の山間部に入ったところで前に気になるトラックが。牛が2頭、おとなしくていい子たちですね。そこから5分ほどでだいぶ景色が開けてきました。野焼きで木々が少ないためかなり開放的な道ですね。ただし勾配は結構きついので 250cc だとギアをかなり下げないといけないです。上まで登り火口が近くなってきたところで少し渋滞。火山博物館や草千里ヶ浜へ行く車の列のようです。私の目的地は少し先の火口なので気になりましたが、ここはスルー。開けた放牧地帯を進んでいきます。ということで阿蘇山上駐車場に到着。ここから先の火口までの道は有料道路になっています。ここでお金を払うのかなと思っていると注意事項を言われただけでした。体調は万全なので中へ。この先に見えるのが料金所みたいです。ということで400円払って中へ。私のようにお金をポケットなどに入れとかないといろいろと焦ることになるのでご注意を。それでは気を取り直して火口へ走っていきましょう。こんな景色は登山をしないと見れないと思っていたので感激です。そして火口
駐車場に到着。バイクを止めて火口見学と行きましょう。今日は運よく風向きが良く、火山活動がおとなしかったため、何の規制もなしに火口へ行くことができます。そしてついに火口へ。すごいですね。山頂にこれだけの大きさのすり鉢を作ってしまうほどの力を秘めた火山が今も生きているということを間近で感じることができました。煙を上げていない他の火口の大きさもそれは大きくて、自然の力の大きさを感じることができました。少し奥にある展望台では火口とは反対側の景色も見ることができました。ここまで登ってきてよかったです。ということで見学を終えたので阿蘇山を下り熊本方面に向かいましょう。ここでしか見られないような景色ばかりの火口見学ですが、帽子を押さえていなければならないほどの強風が常に吹いているので皆さんご注意ください。バイクも車体が軽いと特に炙られるので注意してくださいね。帰りは阿蘇パノラマラインで景色を楽しみながら降りましょう。良さそうなパーキングがあると吸い寄せられてしまいますね。南阿蘇を一望できるいい駐車場でした。そして阿蘇山を下って南阿蘇へ。325号線を西へ進み熊本方面に向かいます。途中にある道の駅大津で早いですが晩ご飯を食べましょう。阿蘇方面からだと反対車線なのでちょっと入りにくいです。ここ道の駅大津は阿蘇や熊本のお土産がたくさんあるのですが、高いところに CB がありますね。大津町には国内唯一のホンダの二輪生産工場があるそうで、2022年にオートバイ神社がここにできたそう。ここで今回の九州ツーリングの安全をお願いしておきましょう。ということでレストランよかよかで赤牛を食べましょう。来ました赤牛丼、大盛りです。赤牛が柔らかくてタレと相性抜群。ごちそうさまでした。さあお腹を満たしたところで熊本市内へ向かいましょう。本当は時間があれば熊本城の天守閣に行って100名以上のスタンプを集めたかったのですが、この時点で時刻は午後5時。お城の近くに行って雰囲気だけ感じたいところです。ということで50分ほど走り熊本市内、熊本城の看板が見えてきました。ここからは路面電車の軌道に沿って熊本城に向かいます。10分ほど走ると正面には熊本城が見えてきました。バイクは城菜園駐車場に止めさせてもらいます。最初の2時間は100円で止められます。屋根付きのバイク専用駐車場はありがたいですね。ほとんどの施設が閉まっているのでガラガラですが、それでは雰囲気だけでも感じに行けるところまで行ってみますか。18時過ぎですが意外と人がいるんですね。もう少し早く来れればいろいろと楽しめたと思うと悔しいですが、今日のメインは阿蘇なので仕方ないですね。階段を上がりいよいよお城が近づいてきました。石垣に張られた金網が熊本地震の跡を感じさせますね。どうやら夜の観覧もやっていたそうなのですが、このあと19時までに今日泊まる快活クラブを予約しているので断念。咲きかけの桜を見つつ帰りましょうか。熊本城ありがとうございました。それでは
今日の宿の快活クラブに向かいますか？ここからは約10分ほどで着きますね。ということで快活クラブに到着。ネオンが眩しい。ちょっと騒がしいところにある店舗ですね。敷地内にいろいろな施設があるので駐車場は混んでいましたが、何とか到着。お疲れ様でした。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。次回は佐賀・福岡編。海多めの一日。とんでもない酷道もぜひご覧ください。